自信というのかな、自信っていうのか、それともなんつったらいいのかな、自信だろうな、それがね崩れるっていうことを非常に、恐れたっていうのかな、だから、ほとんど後輩たちはそういう前足前手を鍛えるっていうことは、してなくて、基本的には左構えだったら右手、右足の攻撃っていうのは主体だった。基本的に、オーソドックスな空手です。そうですね。ただ今の話と大山先生もどちらかというとこう構えながら前手前足が主体で叩かれたっていうお話なんですが、そういう記憶はあるね。ただその茂師範ですとか、中村正会長なんかはやはり前手で避けて後ろ手の逆突きっていうような形を作ってたんで、それは誰から来たスタイルなんですかね。そうしますと、いや、それはやっぱ大山先生はそういうスタイルもやってましたからね。ただ僕自身は、左構えにおいてはもう右足右手を使うということは、動作が大きくなるのと隙ができるのと、そういう認識が非常に僕自身はあった。これは僕自身の独特な考え方かもしれないけどね。これも私の記録ノートに、2015年の話なんですけども、先生が、聖徳館の先生方とちょっとお話をしている時に、その方が芦原会館のさばきみたいのを言われて、で先生がさばきと大山空手の違いっていうので、さばきの場合にはこう来たらこう受けて横に行ってから攻撃するから時間かかるでしょ、けど大山空手の場合にはついてきたらそれを避けたらそのまま入るでしょっていうので、見せて、これが大山空手で、さばきは大山空手じゃないんだよっていうのをお見せして、非常にその聖徳の先生があまりにもその受けから攻撃への流れが速すぎて対応できなかったっていうお話をされてたんですけども、ただそのさばきに関しても、そのさばきの一番最初の取っかかりですね、体をスイッチさせるっていうのは先生が教えたわけですよね。それは芦原館長が大山空手の基準である前へ出るっていうことはできなかったという。芦原はもう前に出るんじゃなくて後ろに下がるとその恐怖で下がると、だからそこで僕自身は芦原に、その時の流れで、ちょっとやってみようということで、下がったらその勢いの反動で前蹴り言われというふうに芦原に教えて、でそれを必要に教えて芦原はそれをなんとかできるように、したのか、そんな状況があんまり、芦原はその重訓手が強いという全く印象はない。であとこれも最初の時に先生がお話しされてたんですけども、ともと四国行きっていうのは先生が大山先生に言われてたっていう、四国へ行くのに最初は大山先生に渡辺先生が四国行ってくれないかっていうことを言われて、先生じゃあ私じゃなくて芦原なんかいいじゃないんですかみたいな感じで、なんかね、そうだと思う。僕自身はもうほら東京へ離れるということが基本的にはもう考えてなかったんで、だからハワイも黒崎先輩に行ってもらったし、それからあとはオーストラリアは加藤志陽に行かしたし、そうだね。それでそれもありましたから、ちょっと芦原秀行を自分で使えるように仕込んで四国へ送ろうとしたわけですね。それもあって、その本部と同じ大山先生の写真と先生が飛び切り、岡田先生と一緒に飛び切りしている写真を飾れるっていうきっかけになったというか、そうだね。で続きましてあと私は非常に興味を持った巻きわらの話ですね。先生が最初に話
話しました。最初、普通の巻き藁ですと棒に縄をこう巻いてあるだけですけれども、大山道場の場合にはその真ん中にこう切れ目が入ってたという、そうこういうふうにね、どれくらいの隙間がなってたのを、ここだから普通はこの真ん中カットするでしょ、真ん中カットしてそれでここに藁を巻くんだけど、大山道場の場合は真ん中をカットして、なおかつこっちにカットして、ここに隙間を。どれくらいの隙間を作ったんですか？いやだからこの木の厚さによって、要するに例えばここが10センチだとすれば、5センチの半分だから、2センチ5ミリから3センチぐらいの隙間だね。じゃあそれほど大きい隙間を作るわけですね。でその隙間分だけ打ち込むっていうことですか？隙間分っていうのが、その打ち込んだ時の感触が人間のなんかあばらとか腹とかそのような感触だっていうことは大山先生が言った。私もそのお話を聞いて非常にびっくりしたんですけども、私がニューヨークの聖堂塾、中村会長のところへ行った時に、そこにそのような巻き藁があったんですね。藁は巻いてなかったんですけども、板をこう2枚重ねみたいにして隙間が作ってあるような状態だったんです。板直に。板直に打つんだ。だから珍しいな、どうやって打つんだろうなと思ってたんですけども、それを聞いた時に、中村忠会長は大山道場での、それをそのまま改良して持ってきたのかな。そうだね。だから板直っていうのはね、生徒かわいそうだよね。ここ破壊しちゃう骨が。私も潰しました。だからそれは中村忠は間違いない勘違いした。だけどもアメリカだからちょっと変えてやろうという、そういう意気込みがあったのかな。ただ普通巻き藁ですとね、拳を鍛えるためにバチンバチンって叩くつもりがあるんですけれども、そこまで叩かない、その隙間の部分だけパンと打ち込むっていう感じで打つんですか？全部打ち込まない。隙間の部分よりも腰の回転で打った時に、腰がここにあるとして